今日はステッドラーのコンクリートボールペンを購入したので紹介していこうと思います。こちらはコンクリートが軸に使われた非常に独特な見た目のボールペンなんですけれども、かなり存在感があって他のボールペンとは一線を画すデザインとなっています。かなりゴツゴツとしたデザインはスマートでかっこいいイメージのいつものステッドラーとは少し違っているかなと思います。全体的に艶消しの質感となっていて、かなりの重厚感を感じることができますね。ケースのデザインも金属の上にコンクリートの模様がされていて、結構凝っているなと感じました。34g という重さなので、ペンの中ではかなり重量級なんですけれども、自分が思っていたよりかは重くないかなと感じました。ペンの体積がかなり大きいので、この体積の割には軽い部類に入るんじゃないかなと思います。それにしてもすごくかっこいいですよね。コンクリートという素材をうまくペンに融合させることによって非常に魅力的なデザインになっています。こちらは職人さんが手作業でコンクリートを削り出しているということで、かなり手間がかかっているボールペンで、値段は税込み3300円となっています。コンクリートというのは模様が一つ一つ大きく異なるので、木軸のペンと同様一本一本全く違った表情を見せます。本来ならば実際に店舗で見比べて購入した方が好きな柄を選べると思うんですけれども、自分は Amazon で購入しました。自分のは巣穴と呼ばれる空洞がなくて非常にスベスベとした表面のコンクリートですね。ノック式のボールペンで転換の部分にはコンクリートのロゴマークの増刊がされていて、非常に細部のデザインまで凝ったボールペンとなっています。ノックをした感触はコンクリートという素材に非常にマッチしていて、結構硬めですね。結構抵抗があるので、あんまり好んでノックをしたいなとは正直思わない感触なんですけれども、書き始める時の気分の切り替えみたいなものにおいてはすごく効果的なのかなと思います。クリップは非常に薄っぺらくて長い形状ですね。可動式クリップではないんですけれども、比較的柔らかくてどんなものでも挟みやすいかなと思います。ステッドラーのロゴのところには刻印がされているので剥がれることもありませんし、メーカーのロゴのみなので目立つこともなくかなり好印象です。口金を開けていきますとリフィルが見えるんですけれども、こちらはパーカータイプという G2 規格の油性ボールペンとなっていまして、高価なボールペンの軸によく使われる規格ですね。かなり大容量でロットリングであったりパーカー、それからジェットストリームのボールペンでも使われているので、自分の好きなインクを入れることができると思います。口金とバネはくっついているので、なくしてしまう心配もないかなと思います。口金と軸を噛み合わせる接合部分のところにはコンクリートではなくて樹脂のようなものでできているので、ワンクッション樹脂で挟んでいるので耐久性だったり勝手に外れないように考えられた設計ですね。手作業でわざわざコンクリートを削り出しているんだなっていうのが持ち手のところにすごく現れていて、結構不均一な感じなんですよね。そういうところもまたコンクリートの良さをうまく引き出しているんじゃないかなと思います。コンクリートの触り心地は尖ってて痛いというものでもなくて、しっかりと角が丸まっているので指にも優しくなっています。六角形のボディは正六角形ではなく結構いびつな六角形となっています。そのため持った時に一番広い面が手に寄り添うように当たってくれるので、持ち方にも考えられたボールペンかなと思いました。ルポペンケースにもこんな感じで楽に挟むことができたので、いろいろな場面で使えますね。一見するとコンクリートという素材はペンには向いていないかなと思ったんですけれども、ステッドラがこれまでたくさんのペンを製造してきた大手文房具メーカーだからこそのノウハウを集結させたボールペンなんじゃないかなと思います。書いてみた感想ですが、インク自体はめちゃくちゃいいというわけでもないんですけれども、そんなに頻繁にかすれるということもなくて不自由なく使っていけて、比較的滑らかなボールペンかなと思いました。やはり全体にコンクリートが使われていて、重心もやや高めとなっているんですけれども、そこまで書きにくいということもなくて、実際に書いてみるとすごく手にフィットしてくれて一体感があるので、思った以上にストレスなく引き寄せることができました。口金がすごく大きいボールペンなので、普通より 1.5 倍ぐらい大きいペンを使っているように見えます。自分としてはボールペンはそこまでガシガシと使っていくような身分ではないので、正直これぐらいの書きやすさだったら満足ですね。コンクリートというのはかなり頑丈なので硬いというイメージがすごくあったんですけれども、実際に触ってみるとすごく滑らかに加工がされていて、思っていた以上に柔らかい触り心地ですね。
固めな粘土を触っているような感覚です。コンクリートが使われたペンっていうのはこれまであんまり見たことがなくて、コンクリートっていう素材自体があんまりペンに向いていないかなと思ったんですけれども、書いてみるとコンクリートも悪くないっすねって思いましたね。ただ素材の性質上どうしても手作業での削り出しということになってしまうので、コストはかかってしまいます。値段は税込み3300円なので、ボールペンにしたら結構高価な部類に入ります。Amazon でもそんなに割引がされていなかったので、購入される際は慎重に選んでいただけたらなと思います。実はこちらのペンはシャープペンも販売される予定だったんですけれども、メーカー側の都合により中止となってしまいました。個人的にはシャープペンの方も書き味とかがすごく気になるので発売してほしいなと思いますね。とにかく大きめなペンなので、細いペンが好きな方にはあまり向いていないかなと思います。自分は太軸のペンばかり使っているので、自分としては相性がいいですね。最初は使いやすさについて全然期待していなかったんですけれども、人間に寄り添った優しいデザインで、思っていた以上に普段使いでも十分使える非常にクオリティの高いボールペンだと思いました。ということで今日はステッドラーのコンクリートボールペンの開封でした。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。